私の名は中二くん。今回はグアテマラ滞在総額費用を大公開。総額費用はこちら。続いて内訳。まずは食費。グアテマラは特に感動した料理は正直あまりないが、後に中米でよく食べることになるプラウンテインやタマレなどを食べることができた。プラウンテインはバナナにそっくりで、バナナより大きさが一回り大きく、調理が必要とされる。でんぷんが多く、焼いたり揚げたりして食べるのが主流なので、あまり果物っぽくはない。中南米ではお手頃な価格で購入でき、腹も満たすことができるので、調理器具があるホステルなどでは時折食べていた。タマレは独特の味で、どちらかというとあまり好きではない方の味よりだった。だが食べれないほどのものでもなく、トウモロコシ粉から作られる料理なので、トウモロコシ粉に慣れてきたら好きになるかもしれない。またこのグアテマラで後に大ハマりすることになるフリホーレス・レフリトスという黒豆を潰したペースト状の食べ物をホストから提供され、知ることができた。またアンティグアでは日本食レストランもちらほら見かけ、ラーメンは1杯1600円だった。次に交通費。グアテマラでは長距離バス、乗り合いバン、チキンバスを利用した。メキシコ国境を越えたその日に、国境からマラカタンまでの乗り合いバンに乗り、5ケツアール。ブログではこの国境からのバンで騙されたという記事を見たので、注意が必要かもしれない。バンは人数超過で席がなく、車内のくぼみにある部分に座らされた。このバンの車内でカメラを落としたことに気づかず下車してしまい、カメラを紛失。その後精神を病みながらグアテマラシティ行きの長距離バスに130ケツアールで乗車。長距離バスは空席が多く快適ではあったが、夕方の交通渋滞がひどく、予定してた時間よりはるかに遅くに目的地に到着した。チキンバスはアメリカのスクールバスの中古で、どこからでも乗れてどこからでも降りれる庶民の足だ。しかしグアテマラではこのチキンバスを襲撃する事件が数件報告されており、観光客にはおすすめではない。初めてのチキンバスの乗車はアンティグアで、お店の前にいた警備員に手伝ってもらい乗ることには成功したが、自分の希望の場所で降りることができず失敗に終わった。エルサルバドルに向かうチキンバスは到着地点が目的地だったため、困ることなく乗ることができた。料金は距離によるが安価で移動ができる。次に宿泊費。滞在したグアテマラシティとアンティグアでは共にホストの下でホームステイをすることができた。アンティグアでは2泊だけホステルに宿泊した。ホステルの費用はドミトリーで1200円程度でお手頃価格で宿泊できる。グアテマラでもキックボクシングジムに体験に行ったが、全体スパーリングしかさせてもらえず、撮影ができなかったため、グアテマラの動画は作れなかった。グアテマラで初めてのホストはファミリーで、可愛い子供たちと過ごすことができて、とても心が癒された。またペットも飼っており、久しぶりに犬の散歩を体験することができた。観光地巡りよりこうした現地の人たちとの交流の方が楽しめる性格なので、とてもいいホームステイになった。またクリスマスということもあり、家族の一員のように接してくれてとても嬉しかった。2人目のホストは日本が大好きな女性で、年末ということもあり、かなり無理なお願いをして長く宿泊させてもらった。彼女は英語とスペイン語のバイリンガルで、平日はオンライン学習で日本語を勉強していた。絵がとても上手で、ファイナルファンタジー7が好きなようで、エアリスの絵が家に飾られていて、
日本のエンターテインメントの人気を改めて認識することができた。彼女の家の前には簡易の屋外ジムがあり、懸垂などをして筋トレをすることもできた。また年末年始は彼女の友人たちで集まり、寿司パーティーなどを行い、楽しいひとときを過ごすことができた。治安の面では課題のあるグアテマラではあるが、人々は優しく、年末年始のイベントなどは派手でスペイン時代の建物が多く残り、美しい街並みがあるので、機会があれば訪れてみてほしい。それではまた会おう、諸君。